意外な方法で慢性腰痛が治った話。私は少し前まで慢性腰痛や首の痛みに悩んでおり、ミニベロに乗るのも結構大変でした。腰痛対策でサドル下にサスペンションを入れたり、ロードバイクのハンドルを改造してアップライトポジションにしたりしてました。痛みが消えたのは1年ぐらい前のことです。今では自転車も元に戻し、100キロ走っても腰も首も全然大丈夫です。同じように慢性腰痛などに悩んでいる方、騙されたと思ってこの動画を最後まで見てください。私の慢性腰痛が始まったのは40歳頃でした。朝特に痛くて、昼間は少しマシになりましたが、夜になるとまた痛みがぶり返しました。整形外科に行っても原因不明で、腹筋やストレッチ、腰痛ベルトを勧められるだけでした。そうして何年も腰痛に耐えつつ、だましだまし暮らしていました。55歳になった頃、私は突然ぎっくり腰のような激しい痛みに襲われ、また整形外科で見てもらうことにしました。レントゲンを取り、それを見た整形外科医は、重い口調で言いました。あなた、腰悪いですね。びっくりしました。レントゲン写真を見ると、椎間板、背骨と背骨の間にあるクッションのような組織が2つほど潰れていました。健康な椎間板と比べると、高さが全然なくて、骨と骨がくっつきそうでした。これは、もう元に戻らないんですかと聞くと、戻らないですね。潰れた椎間板を戻すことはできません。と言われました。私はショックで、しばらく呆然としたのを覚えています。その後、さらに痛みは増し、このままでは残りの人生が台無しになる、と焦りました。ブロック注射や針治療、整体も試しましたが、効果はありませんでした。40万円払って幹細胞を注入して椎間板を再生するという治療も受けました。しかし全く痛みは引きませんでした。そのうちに、腰痛だけでなく、足のしびれまで出てきました。飛び出した椎間板が神経に触っているせいだろう、と診断されました。歩けなくなる恐怖に襲われた私は、椎間板に薬品を注射して再生を促す、ディスクシール法なる治療も受けました。費用は160万円ぐらいかかりましたが、全く効果はなく、痛みは全然なくなりません。それどころか、どんどんひどくなるようです。背骨を金具で固定する手術か、人工椎間板を挿入する手術まで検討しました。さらに、首にまで痛みが出るようになり、首の椎間板まで潰れてきたか、と私は絶望しました。もう俺の人生もここまでか、と。そんな時、たまたま父の部屋で見つけたのが、夏目静子さんの腰痛放浪記、椅子が怖い、という本でした。その本によると、夏目さんの腰痛は、心が原因でした、心因性というやつです。藁をもつかむ思いで、私は心因性の腰痛についての本を読みまくりました。心因性腰痛の権威、サーノ博士のヒーリングバックペイン、心はなぜ腰痛を選ぶのか、長谷川敦、腰痛は怒りである、腰痛は終わる、伊藤佳代子、腰痛学校などです。どれか一冊を選ぶなら、サーノ博士のヒーリングバックペインがおすすめです。サーノ博士の理論は衝撃的でした。痛みの原因は椎間板の異常ではなく、脳が隠そうとしている抑圧された感情にある、というものです。脳には、意識領域と無意識領域があります。意識領域は、私たちが考えたり、判断したりしている部分。無意識領域は、私たちが意識できない部分で、いろいろ判断して体の調子を整えています。例えば、緊張したら動悸を速くしたり、アドレナリンを放出したりとかですね。意識領域が激しい怒りなどストレスを感じると、脳がダメージを受けてしまいます。無意識領域は脳を守るため、腰の血流を操作して酸素欠乏状態を引き起こし、腰痛を作り出します。意識領域は痛みを感じると、それに気を取られて、激しい怒りと直面しないで済みます。つまり、脳は激しい怒りや不安から目をそらさせるために、あえて痛みを作って、意識をそらしている。慢性的な痛みは、いわば、脳が仕掛けたトリックなんです。そんなバカな、と思うかもしれません。でも、これには信じるに足る根拠があります。腰痛がない健康な人のレントゲンをとっても、3人に1人は椎間板ヘルニアが見つかる、というデータがあります。つまり、椎間板の変形が痛みの原因とは限らないということです。また、人間は年を取るほど椎間板が潰れる人が増えます。もし、椎間板ヘルニアなどが腰痛の原因なら、年齢が上がるほど慢性腰痛患者が増えるはずです。しかし、慢性腰痛患者のピークは50代です。50代は仕事や家庭でのストレスがピークになる年代です。
そもそも慢性的に何年も痛みが続くということ自体おかしいです。人間ってすごい大怪我をしても痛いのは最初だけですよね。体が傷ついたり変形したせいでずっと痛み続けるなんてありえません。脳が痛みを作り出し続けているから痛みが続くと考えた方が自然だと思います。では、慢性腰痛の原因が心だとしてどうやって治せばよいのでしょうか。その答えは知ることでした。私がやったことはたった4つです。理論を脳に叩き込む。サーの博士の本を音読して録音し、通勤中や寝る前に何度も聞きました。私の腰は壊れていない。脳が私を騙しているだけだ。と自分に言い聞かせました。自分の怒りを知る。自分の心に向き合い、自分の怒り、後悔、不安などをリストアップし、あえてそれらについて考えまくりました。私の場合、それは会社での理不尽がほとんどでした。脳を叱る。痛みが出ると、心の中で脳を叱りました。おい、無意識よ。手口は分かってるぞ。腰を痛くしても無駄だ。俺は自分の怒りに気づいているからな。と、恐怖を捨てて動く。痛みにビビるのをやめました。腰痛ベルトをゴミ箱に捨て、自転車のサスペンションも外しました。勇気のいることでしたが、痛みを恐れず、ランニングも再開しました。それを半年ほど続けた結果、私の腰痛はだんだんに弱くなり、ついには完全に消えたのです。私の椎間板は今も潰れています。整形外科医が見たら、腰悪いですね、と驚くレベルのままです。でも、全く痛くありません。私の脳は、ようやく私を騙すのを諦めてくれたようです。もしあなたが、何か抑圧された怒り、例えば、あの上司マジで許せん、というような感情を抱えているなら、脳はそれを隠すために、あなたの腰を痛めつけているのかもしれません。まずは、サーの博士の本を一冊読んでみてください。知識を得るだけで、あなたの痛みは消えるかもしれません。高い最新治療や整体などと違って、かかる費用は本題だけです。私のように、痛みから解放される人が一人でも増えることを心から願っています。最後までご視聴ありがとうございました。